はい、全国質問会始めたいと思います。よろしくお願いします。で、質問のある方は手を振るとか、なんかこうね、手のマークとか上げていただければ、何々さんって言いますので、ミュートを外してですね、質問をしていただいたらいいかなと思います。で、ちょっと最初にちょっとコマーシャルなんですけど、岸本先生からね、火曜日ですね、依頼がありまして、動かないと止まっちゃうよっていう題名なんですけど、実際に。これね、やっぱり今年やっぱり本当に動かないと、萎縮してると、大変なことになるんじゃないかなと思ってるんですね。去年、日本もこうね、政治も変わって、芸能界も大変なことになって、で、これからね、今度日銀の問題とか出てきますから、本当にね、物価高とか円安とかが止まらないんだなと思うんですね。で、その時にこうじーっとしてると、何も変わらなくて、時代に飲み込まれてしまうよっていうのがあるんですね。で、実際にこの、動かないと止まっちゃうっていうのは、実際僕たち、このストレスやなんかハラスメントを受けると、人間って思考停止になるんですよね、実際ね。で、何もしないっていう風になって、なんか日本全体がそういう空気が結構あるんですよね。で、このハラスメントについて、で、特にハラスメントってたくさんあるんですけど、モラルハラスメントっていうのがあるんですね、これね、実際。で、僕たちはこの、アカデミーハラスメント、教育の中でもずっとこのハラスメントを受けてきて、社会でもハラスメントが受けてるんですね。で、このとこ経済のハラスメントたくさんあるんですよね。そういうものを知ることでいろいろ乗り越えることができるんじゃないか。ですから、今年はいろんな講座、ちょっとメールたくさん行きますけど、こう見ていただいて、まあ、勉強してですね、で、多くの方に伝えると覚えますよね。こうして、ね、話しないと忘れちゃうじゃないですか。で、伝えることによって自分のキャパよりももっと多くの知識があると、集まってくる方も変わると思うんですよ。同じことやってるとやっぱり同じことで終わってしまいますんで、もっともっとたくさんの知識を持ってもらって、多くの方に、メディカルアラマの良いところを知っていただければなと思いまして、ちょっと頑張っていろんなセミナーで、テキストを作ってますので、ぜひよろしかったらご参加くださいっていうのがあります。火曜日ですね。はい。で、始めたいと思います。では、質問何かありますか？誰かな？はい、荻野さんどうぞ。お願いします。ちょっと数点あるんですけはいはい、それども、うですよ。まず会長がYouTube で上げてうんうん。くださってたやつかもしれないんですけど、うんうん。すいません、会長が使ってた保湿用のボディローション、はい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 。はい。あれは、半年ぐらいは大丈夫っていう感じですか？自然が水が。やっぱり揮発しなければ、はい。まあ、ラベンダーの成分は使えるんですけど、もし揮発してラベンダーの香りが少なくなってしまったと。そしても他の、クリームの成分、うんうん。またははい。原液の成分が有効なので、全然大丈夫ですよ。あ、わかりました。ありがとうございます。去年の年末に はい、YouTube で、はい、会長が挙げてくださっていた、はい、2023年の保湿はい、クリーム、人気だはい、った保湿はいはい、クリーム。はい。あれは、私も今日初めて作ったんですあ、けど、はいはい。あの、ラベンダーのうん、ソフトクリーム、普通の、うん。はい、はい、それも、アトピーの方も、うんうん。保湿クリームもはいはい。使えるって書うん、いてあったんですうん。けど、あの、例えば生徒さんとかおはい。客様でアトうん。ピーの子がいるとかって言った場合には、やっぱりラベンダーのソフトクリームを最初に使ってみた方がいいんですかね？まあ、コストの安さと、ああ、はい。あとは入ってる原料の数で、もしダメはい。な場合、特定するのは昔の方が簡単だと思うんですね。ああ、はい。あ、この人ラベンダーがダメなんだとか、あうん。あ、はい。あ、もう浸水軟膏自体がダメだなってすぐ判断つくじゃないですか。浸水軟はい。膏って使ってみてって。ですから、あまり重度の方はそういうものがいいかなと思うんですけど、うん、はい。まあ、普通のアトピーの方でしたら重度じゃなければね、うん、はい。新しい方で全然平気だと思います。ああ、なるほど。で、そのちょっとお話を先ほどのちょっと含めてお話しすると、まず、浸水軟膏新しい、ハイドロフィリップクリームって作ってるんですけど、これと浸水軟膏の違いは、グリうん、セリンが入ってるか入ってないかだけなんですね。あとは混ぜ方だけなんですよ、はっきり言って。うん、機械のがいいんで、結構ね、こう伸びるような形でできてるだけなんで、で、ここでは、普通の柔らかめのクリームと、それラベンダー入れただけだったら、何の変わりもないですよね。うん、そして、ここで、一つ、ゲルっていうのが出てきました。ゲル。ね。で、ジェルと比べると、ジェルとゲル、ちょっとややこしいけど、
ジェルと比べると、ジェルって、ジェルクリーム作るときに2回ぐらいに混ぜてジェルを足してくださいねってやったじゃないですか。で、その時なんで2回やったかっていうと、混ざりにくかったんですよね。で、実際にジェル50%、浸水軟膏50%でやったと思うんですけど、これがジェルが半分超えると余計混ざりにくくなってくるんですよ。ちょっと分離するんで結構大変だったんですね。でも、ミラクルゲルを使ってみたら、ゲルが量を超えたんですよ。ハイドロフィリップクリームの量を超えたんですね。それでもよく混ぜられるんですよ、はっきり言って。で、そうすると塗り心地で、なんだろう、白くならないんですね。で、結構ゲルが伸びがいいから、使用感で言うと、塗り心地で言うと断然良くなりました。そしてゲルがもともと、ミラクルイオン水だったじゃないですか。あれ、pH12 ありましたよね。そうすると、混ぜても pH8 ぐらいあったんですよ。で僕たちの肌はだいたい5.5ぐらいですから、5から5.5なんで、ちょっと少しアルカリになってるんですよね。クネ菌っていうニキビの原因の菌があるじゃないですか。こういうの防げるんですよ、結構。ですから結構皮膚の、なんだろう、雑菌をカバーしてくれるっていう意味でも、人気のクリーム良かったんですね。このゲルを使うの良かったんです、はっきり言って。あと白くならない、ありましたね。ここで言うと、実際に保湿っていう膜を張る効果はあるんですけど、ここに実はラベンダーで炎症を抑えるでしたよね、入れてね。そして、フコイダンって入れましたよね。で、このフコイダンは非常に抗炎症作用が強いんで、ラベンダープラス抗炎症あります。そしてダブルセラミドっていうのを僕入れましたね。これは保湿といいますか、非常に皮膚の表面の水分を上げてくれるので、乾燥肌にもってこいです。で、ダブルセラミドっていうのはセラミドが普通のダブル、倍入ってるよってことなんで、非常に即効性があります。プラスアロエを入れました。アロエは傷とか怪我を治してくれるんで、皮膚の表面的なトラブルを治してくれるんで、この3つを入れたんですね、実際ね。で、この3つはどちらかっていうと、クリーム入れても皮膚表面的効果なので、これは抜群だなっていうことで、この3つを入れて、クリーム、去年のレシピのね、YouTube の作ったんですね。で、結構使っていただいたら皆さん、塗り心地、あとは塗った後はもう非常に保湿があっていいというので、人気だったっていうのが、前回ちょっと YouTube で上げたクリームの説明です。OK？あ、はい、わかりました。ああ、の、うん。すあ、すいいですか？私喋っていいんでしょうか？すいません。うん。ハイドロフィリッククリームは、グリセリンが入ってて、はいはい。で、そうするとソフトクリームをこれで、私も何回も作ってるんですけうん。ど、もうラベンダーアングスティーフォリアを入れるだけでいいんうん。でその通り。すよね。はい。で、もうちょっと柔らかめにしたければ、グリセリンを足すとかですかね。そうです。足したことはないんですけど、うん。はい。本当にやらさを出すんだったら、ミラクル要素ちょっと足した方が早いかもしれない。ああ、そうですね。うん。わかりました。で、このハイドロクリームに、私ラノリンを混ぜて、うん、固め。うん。はい。で、これって、浸水軟膏に、ラノリンを入れうん。るよりも、うん。ちょっと柔らかめですか？なんかそそうですね。んなにあんまりはい。あまり感じないですよね。グはい。リーンはそれほど入ってないですから。ああ、うん。わかりました。うん。でも、柔らかめクリームを作るときは、グリセリンは足さなくてもいいってことでそうですね。すよね。はい。あ、わかりました。ありがとうございます。で、好みで出してもいいですよ、別にね、全然ね。はい。うん。はい。わかりました。じゃあ、足さなくてもラベンダーアングスティフォリア3滴はい。だけ入れるってことでも。はい。はい、わかりました。あとすいません。うん。えっと、安定ジェルとかにはいはい。とかって言ったら変ですけど、安定ジェルに、うん。クラリセージが入ってると思うんではいはいはい。すけど、うんうん。これ男性が、例えばちょっとそわそわするとか、うんうんストレうん。スで、うん。安定ジェルを使いたいっていう時も、クラリセージは入れる。入れなくていいですよ、入れなくていいですよ。これやっぱり女性の時女だけっ性用です。はい。てことですよね。わかりました。で、男性が更うん。年期の場合って、うん、ありますね。これはね、やっぱり自律神経をメインにやった方がいいと思います。ですから、はい、ゼラニウムとかバジル、マジョラはい。ム、ちょっと上げてあげればいいかなと思いますね。あ、わかりました。はい。クラリセージは抜くんですね。わかりました。ありがとうございます。今、いいご質問で、ラノリンの固めの件ありましたよね。で、ハイドロフィリップクリームでラノリン混ぜると逆に混ぜやすいですね。CC なんかよりも柔らかいので、非常に混ぜるのはちょっと楽かなっていうのがありました。はい、以上です。はい、どなたかありますか？
まあ、こういう新しい機材ができるとね、やっぱりね、いろんな使い方をしてみて、でもやっぱり現役と合わせて本当に美容にいいものがたくさんできます。なんかありますか？ない。はい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 。高橋さんどうぞ。はい、すいません。今のみたいに、人間だけではなくて、うんうん。犬に、はいはいはい。このミラクルゲルとかイオン水とかをはい。混ぜてクリーはい。ムを作って塗ってっていうのも問題ない。とってもいいですね。今ちょっと乾はい、燥してて、パッドクリームと、あとこういう、なんだろう、その乾燥してる場所ね。あ、うん、いいと思います、とっあ、ても。はい、わかりました。で、こ特に、れもうん、フコイダンとかアロエとか混ぜて、そうですね。炎症があったら入れた方がいいし、傷あ、があったらやっぱり入れた方がいいし、わかで、りました。特に日給クリームなんていうのは、フローリングだったりするお家も多いじゃないですか。ジェルクリームよりも逆に、ダブルセラミドが入ってると保湿があるので、肉球が柔らかくなってくれるかなと思います。それそうだ。プラス、ゲルが入ってるでしょ？あ、だから雑菌もすごくいいんで、絶うん、対おすすめ、舐めても大丈夫ですから。あ、はい、わかりました。ありはい。がとうございます。あ、で、もう一点だけ、はい、は原い。液の、うん。スポイトって一はい。滴どのぐらいの分あれ量とかっね、て、そう、朽木先生がね、一生懸命表を作ってくれたんですけど、あれ、僕、クラウドにアップしましたよね、一滴のやってなかったっけ？あ、見つあ、からなかったです。クラウドね、協会の無料ダウンロードのところ、ちょっと見てみて。あ、はい、わかりはい、ました。先生、結構比重が違うから、量が違ったんで、ちょっとそれを見て何ミリか判断していただければいいかなと思います。はい、わかりました。ありがとうございはい。ます。はい。先生、ありがとうね、みたいな作ってくれて。もう、ああいう細かいのはね、やってくれる先生が助かりますって感じですね。はい。あとございませんか？米田先生、なんかある？はい。今年もよろしくお願いしはい、おます。願いします。はい。ですね、うん。湿疹を起こしやすいはいはい。方がいはい。て、湿疹っていうのは、迷走神経反射のうん。方のうん。うん。湿疹なんですけど、うん。そういう方に、うん。気をつけた方がいいような、うん。なんか処方というか、日頃ですかね。そうですね。やっぱ刺激のあるものを避けた方がいいと思いますよね。うーん。だからレシピでも、ちょっと肌刺激のあるものは、使うときバッチテストをした方がいいかもしれませんね。うんうんうん。うん。メンタル的にも不安になる方も多いですから。ああ、やっぱそうなんですね。使ってみてって言って、大丈夫だねって言って使ってあげたら、それだうん。けでも半分ぐらいは、ストレス回避できるかなと思いますね。はあはあ、うん。刺激に弱いというそうそう、刺こと激弱いですですね。ね。はい。あ、わかりました。はい。あと一うん。点うん。で、えっと、目のかゆいときに、はい。先生、よく点え、眼薬で、うん。炎症を抑えるはいはいはい。やつか、それとも抗生剤がはいはい。入ってるやつかって、うん。選べるって話をようん。くされると思ううん。んですけどうん。も、そのかゆい時に自うん。分でどっちなのかなって思う時があるあんですけど、なるほど。判断みたいな。いいですね。やっぱりアレルギー、花粉症、喘息、アトピーを持ってる方っていますよね。こうはい。いう方で目に異物が入ってないときは、あと目になんかこう、物もらいとかできてないときは、多分アレルギーの方だと思いますね。うん。でそういう場合は、カマズレンとかアズノールという、ちょっと青色の目薬の方をお買いになって、アレルギーの方ですね。それをつけていただくといいかなと思いますね、実際ね。あと、意外とスーッとする目薬ってあるじゃないですか。うん。ああいうのやめた方がいい方も多いですね、アレルギーだとね。ああ。炎症されるけど、ちょっと強すぎますね、刺激が。うん。はい。わですね。かりました。あと、目だけど目の周りっていうのもありますよね。うん。目の周りがちょっとかゆいみたいな感じでああ、ね。そうですうん。ね。この場合はやっぱりちょっと、まあ、ラベンダークリームでもいいんですけど、目のあんまり入らないように。まあ、目の縁でもラベンダーだったらそんなに強くないので大丈夫かなと思うんですよね。でやっぱこれからは花粉症で、花粉が目の周りについて、うん。で、かゆになる人もいるんですね。ですからそういうのがここの皮膚が荒れてると目の周りで痒くなったりするので、ちゃんとクリームで保湿しておくと防げるかなっていうのもあります。
OK? はい。わかはい。りました。はい。ありがとうございます。はい、どうも。あとどなたかいますか？すべてね、メディカルアラマで使えるわけではないんですけど、やっぱり目の周り、今ご指摘がありましたよね。あと意外と唇ってありますよね。これ弱いんですね、意外とね。ですから、ほっぺとか大丈夫なんだけど、ちょっと化粧品でも強いものが目の周りとか唇につくと荒れる方が多いので、ちょっとそういう、粘膜系のところはお気をつけくださいっていうのがありますね。はい、それでは、佐藤先生なんかある？佐藤先生、はい。ですね、これからと花粉の準備ということで考えたときにですはい。ね、やっぱり今、会長がおっしゃられた通りに、はい。ラベンダークリームとかをはい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 。今から使っていた方がいいのかなとは思っていたんでそうですね。すが、うんうん。やっぱり乾燥肌とかそういうのもあったりするので、はい、一応、保湿はちゃんとしといた方がいいかなっていうのもありますよね。はい、それからやっぱり、免疫調整っていうレシピがありましたよね。はい、やったことない人いたら、ちょっと花粉の始まる前から、3ヶ月間使っていただいて、少しでも軽減できたらいいかなと思うのもあります。免疫促進ジェルね。はい、はい。はい、わかりました。ありがとうございます。明らか先生、なんかある？はい、ありがとうございます。はい、はい。トリマーさんからのね、うん。ご相談が最近すごく多くて、うん。なんか抜け毛が多いはい、はい、はい。ワンちゃんが最近多いんですって言って、ちうん。ょっと薄毛になった時とか、うん。何かないですかってご相うん。談受けたんですけど、一応、その抜ける時期というのもあると思うんですけど、はい、あとは結局、毛根の血流が弱くなって抜けちゃう場合もありますね。で、この毛根の血流が悪くなると、人間でもそうなんですけど、やっぱり自律神経、交感神経が優位になると、毛細血管の収縮があって、毛根に栄養がいかなくなるんですよね。それで抜けるというのがあるので、こういう場合にちょっとワンちゃんたちにやっぱり自律神経の安定ですよね。そういうのを使ってあげて、安定っていうのは人間と同じになるじゃないですか。はい。を一応耳のところに1日2回つけてあげて、ちょっと自律神経の安定、何らかのストレスがあるのかもしれない。あ人間もあ、実はですね、冬から夏に変わるとき、秋と春ってあるじゃないですか。この時結構ストレスがあるんですよね。アレルギーが悪化するとか。だからワンちゃんたちもこの、冬用から夏用に変わるって体が変わるんで、ストレスがあって抜け毛がこの時期あるっていうのもあると思うんですね、実際ね。で、これは原因は、やっぱりそういう季節のストレスがあるのかもしれませんね、実際ね。でそう考えるといいかなと。あと、あんまりひどい場合には、育毛ウォーターっていうのありましたよね。はい、はい。で、これ、エストロゲンは別に、クラリーセージはいらないんですけど、赤松ヨーロッパってあったじゃないですか。はい。で、血流上げますから、リンパの流れも上げますんで、今の原因だといいですよね。はい。これに毛根活性でローズウッドっていうのが入ってたんですけど、これもさっきの毛根の力を与えるんでいいと思いますね。はい。で、これに、ワンちゃんたちですから、ちょっと安定だとプチグレンってあったじゃないですか。はい。ラベンはい。ダーの中に。これを入れて、ちょっとウォーターを作ってあげうて、ん。その毛のちょっと薄くなるスキンケアっていうのもいいかなと思いますね。だはい。ったらバジル入れて自律神経入れてもいいかもしれませんよ。あ人間だとチャイナこれと思うけど、バジルって葉っぱの匂いじゃないですか。はい。ね。で、今のプチグレンも葉っぱの匂いじゃないですか。はい。で、ちょっとローズウッドとね、赤松ヨーロッパは違いますけど、その点でちょっと人間は臭いかもしれないけど、ワンちゃんたちは全然平気かなと思いますんで。そうですね。草の香り入ってるんでね。薄はい。毛とかちょっとそういう時に、はい。スキンケアでもうすごいですね。ワンちゃんと人間みたいですね。そうやってあげて、で、多分毛並みも良くなるんじゃないかなと思いますね。先生、これは3滴ずつぐらいですか？そうですね。まず最初2滴でもいいかもしれませんに、ね。に、全部 100cc でに、ね、ハイブリッドでね。はい。ちょっとうちの子ひどいわっていうのは3滴とかでもいいかもしれまはい。せんね。はい。はい。ありがとうございまはす。い。もう人間と同じです。ペットちゃんもね、みんなね。はい。岸本先生なんかある？寒そうね。すいません。うん。
動かないと全てが止まる状態にうん。動かない状態に今入っちゃってるって自分で。もうねなんかもう本当世の中に飲み込まれてるなっていうのがすごく分かってるんだけど、どうしようかなっていうので火曜日楽しみにしてるんはい。ですけど、あの、今お話を聞いてて、ハイドうん。ロフィリップクリームクリーム。はとい。ミラクルイオンゲうん。ル、うん。じゃあゲルを混ぜたうん。クリーム。あれ、ゲルだと精うん。油の刺激が上がるじゃないですか、ふと思ったんです。それで、うんラベンダーだったら、おー普通に考えて大丈夫だけど、うん。うん。例えばもうちょっと抗菌力を上げたクリームを作りたいとか思ったときは、うん。やっぱりちょっと考えた方がいいのかな、どうなのかなって浮かそうびました。ですね。やっぱり普通のメディカルの機材だったらジェルとか、昔のレシピですよね。今回のこのゲルを入れたものっていうのは、本当にお化粧品みたいな形で効果を出したいなと思う。使い心地を重視いたしました。どちらかっていうと。はい。ありがただ、とうございもともとイオン水がさっき言いましたけど、pH12 やったじゃないですか。ます。はい。その抗菌力で十分なんじゃないかなと思うんですよね。すごい強い、心筋とかでなかったらね。そうですよね。うん。今明確になりました。はい。ありがとうございます。はい。はい。ね。ハイドロフィリップクリームは C3 軟膏と同じように使っていいですよ。はい。だから、もともとイオン水ゲルというのは、薬理効果も高かったです。特にね、抗菌ですとか、抗真菌とか、ウイルスに対しても高かったんですけど、どちらかっていうと、そういう、化粧品材料とかそういうものに開発したものですから、あまり浸透っていうのは考えてないですね、実際ね。はい。はい。なんだ、化粧品の方として考えて、そうですね、そっそちのグループ。れを傷とかそっちの方に持っていくっていうのは、やっぱりちょっと違うそうですね。方向になる。はい。そうです。了解しました。ありはい。がとうございます。はい。どなたかありますか？さなきさん、なんかありますか？はい。すいません。今はないです。ないですか？はい、わかりました。ははい。ありがとうございます。い。朽木先生は？じゃあ一つお伺いはい。したいんですけどはい。も、クラウドの商うん。品登録なんですけども、はい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 。数を入れるところがちょっと見つけられなくて、何個あるかっていうところ？そうですね、はい。そあれ、れはい。限定で数入れられなかったっけ？なんか入れるところが見つからなくて、そのまま進むと、うん。もう1個から10個まで買えるような感そうだっけ？じになってしまって、例えばはいはい。1つしか売りたくないとか、5個なるほ限定とかど。っていう場合に、どうやって入力するといいのかなと、ちょっとふと思いました。もう考えてなかった。すいません。ちょっとやってみます。はい。あれ、在庫の数って入れるのもなかったっけ？どこに入れるといいのかちょっと見つけられなくてですね。そうですか。わはい。かりました。ちょっと見ていただきて、はい。はい。後でよろしくおぜひね。願いします。売れるって1個ってのはもう欠品ですって出すしかないかもしれないけど。はい。なんか、わかりました。同時になんか10個とか買われた場合には、ちょっと対応でそうできないかなとすよね。思って、そうはい。だよね。はい。なんか10個まで選べるみたいだったんですよ。何も入力しないで更新しちゃうと。なるほど。買う方はね、10個まで選べるみたいな感じはね。い。はい。なるほど。わかりました。ちょっと調べておきます、それね。はい。お願いしすいません。ます。はい、ありがとうございます。緑川先生、なんかあります？ありがとうございます。疲れた時に歯茎とか歯がうずくっていう症状ってありますよね。で、特に虫歯があるわけではないっていう風になった場合っていうのは、免疫促進だけを塗っておけばいいですか？一番いいのがね、クローブのオリーブオイルのやつ。それポイっていズビに、うのは、そう。ごめんなさい。それっ5てミリいうのは、うん特に、虫歯とか、口内炎とかそういうものが全くない。ないので、歯茎はなんか腫れてる感じがするんでしょ？疲れた時にだけそうやってうずく感じ。そう、疲れてるから結局、歯のところの雑菌が増えてうずくんですよね。じゃあ、自覚がなくてもやっぱりあるってことですね。あるってことです、はっきり言って。はい、わかりました。それでしたら、今おっしゃられた。歯間ブラシで5ミリに3滴ぐらい入れて、こうやるだけで多分全然違うと思います。で、免疫促進は使わなくてもいいんですか？使ってもいいですけど、やっぱりそういう症状であまり気にしないけど、ちょっと歯がね、浮いた感じがするんだよって時、高齢者の方に多いんですよ、そういうのが。若い方ではあんまり珍しいかもしれないね。
かりました。ありがとうございます。はい。なんかこうね、よく、銀歯とかやってるのが浮いてる感じで噛み合わせがちょっとおかしいとか、疲れると、歯茎が腫れてるんですよね。で、実際に歯医者さんで見ると、いや、これ結構炎症してるよって言われるのが、本人は噛んでも、大してちょっと浮いてるぐらいなんだと思うんだけど、先生見てもらうと、結構ひどいよっていうのがあったりするんで、まあ、痛みも何も本人は感じないんだけど、結構進んでる場合があるんで、歯周病がクローブのがいいかなっていうのがありますね、実際ね。はい。すいません。もう一個。はいよ。そのオリーブオイルとクローブうんうん。の場合うとん。、デンタルペーストとクローブの場合。ドロドロしてるんですね、デンタルペーストうね。ん。うん。で、意外とつけにくいかもしれない。うん。ちゃんとつけられればいいけどね、全然ね。うん。うん。で、オリーブオイルの場合はブラシに染み込んでくれるじゃないですか、歯間ブラシに。はい。だから意外とやりやすかったです。で歯の隙間がちょっときついと、デンタルペーストは歯の周りでついてしまって、中の方にちょっと持っていけなかったりするんですね。ブラシの芯の方までついてればいいんだけど、そういうちょっと欠点がありました、ペーストは。そこの違いもあったんですね。そうなんです。はい、わかりまはい。した。ありがとうございます。はい。あとどなたかありますか？ないまあでも今日、年明けにちょっとデンタルペーストが、ハイドロフィリップクリームのお話とか、すごいいいところをついてるなって感じしますね、はっきり言ってね。あとやっぱり今でも感染症は増えてます。僕、日本中結構回ってますけど、インフルエンザも増えてますし、やっぱりこう、ね、お正月明けでどっと疲れが出る方もいますかと思うんで、やっぱりこう感染症気をつけていただきたいな、免疫促進ジェル早めに使っていただきたいなっていうのもありますね。で、これ人間だけじゃなくてワンちゃんたちもそうですよね。お正月にやっぱりいろんな人来たとかなんかで結構ストレスになってると思うんですね。いろいろ違いがね。だからワンちゃんたちの様子を見てあげて、ちょっと目やにが出てるなとか、お耳、外耳炎大丈夫かなとか、この時期チェックしてあげたいなっていうのと、やっぱり暖房ね、やっぱり温風でこう、ヒーターみたいになるじゃないですか。で、こう、風が出るところ下の方だと、やっぱワンちゃんで思いっきり顔面きますからね。眼球の傷とかいうのもありますんで、やっぱりそういうのもちょっとね、この年を明けてから気をつけなきゃいけないかなと思いますね。それと、ここのとこお正月明けてから急に寒くなったじゃないですか。結構脳血管疾患、脳梗塞とか結構救急車結構出てるんですよ。だからヒートショックっていうのありますよね。高齢者いるお家の方は、寒い、暑いっていうのも、やっぱりこの時期ちょっとね、2月まで気をつけてほしいかなと思いますね、実際ね。ヒートショックね。はい、ないですか？じゃあ、いつもの秒読みに入ります。まだ0までいいからね。10、9、8、7、6、5、4、わかる？ 3、大丈夫？ 2、1、0。なかったですね。で、来週ですね、サミットがあるんですけど、どうしても先生行けないのよとか、毎年ね、行きたいんだけど、なかなか遠くてって方もいるかもしれないので、今回ちょっとね、テスト的に、サミットを動画で撮ってみようかなと思ってるんですね。で、まあ3000円で、ちょっとね、動画撮ってみようかなと。で、これ申し込み出しますので、お金払わないでください。失敗する可能性があるので。で、うまくいったら、そのままだったら、終わってからね、振り込んでくださいっていう形で、配信しようかなと思う。失敗したら嫌なんで、実際こう、会場とうまく取りながら、海外のね、先生方がいろんな現状だとか、それから臨床もお話してくれるかなと思うんで、ちょっと頑張ってサミットで僕、ちょっとこの Zoom を使いながらいろいろ撮ってみようかなと思ってるんで、ちょっとテスト的にやりたいと思ってます。よろしかったら、お申し込みください。はい、ありがとうございました。失礼します。おやすみなさい。